やっぱりずっとちっちゃい時からデビューしたいっていうのが一つの目標でここまで走ってきてたので、聞いた時は率直にやっぱり嬉しかった。嬉しさよりも驚きの方が大きくて、自分たちがずっと夢見てたデビューっていう日が自分たちにも来るんだって思ったら、もう本当にどうなるんだろう。デビューしたい、夢を叶えたいっていう気持ちは3人ともすごくあったんですけど、じゃあそのために今自分たちができることは何だろうってなって、それをすごく考えましたし、佐藤ひなた13歳の12番宮城県出身です。私は常に人に見られていることを意識して鏡の前で歌うことを重点的に練習しました。愛という名前のシャワー浴びたら、今でこそダンス&ボーカルグループとしてデビューするっていう風になってるんですけど、その当時本当に音痴で、母が私が音痴なのをすごく心配して、まずはリズム感をつかむためにって言ってダンススクールに入ったのがきっかけで、バックダンスを経験していく中で自分はバックダンサーじゃなくて自分が前に立ってアーティストとしてパフォーマンスしたいって思うようになったのがきっかけで、アーティストになりたいなって思うようになりました。28番の山下げなです。砂漠を照らし笑ってる星へと。小学5年生の時に歌を始めて、自分がすごく好きなのがダンスと歌っていうのがもう自分の中ではっきりしてて、週6でレッスンに通わせていただいてたんですけど、毎日学校に行ってからそのまま大急ぎでだいたい往復で2時間かかるかなぐらいだったので、やっぱり遊びたいっていう友達と放課後とかどっか公園行ったりとかしたいっていう気持ちもあったんですけど、やっぱり自分がこうなりたいっていう夢を追う楽しさがすごくあったし、それを周りの子がたくさん応援してくれてたので、オーディションを受けた時が中学3年生の時だったので、ちょうど高校をどうしようか迷ってた時期でもあったので、これが受からなかったらちょっとそっちの道は諦めるのかっていう選択をするっていう気持ちで人生をかけていったのを覚えてます。横井瑠衣14歳です。飛び立って飛び出してかもみなはじけよう。4歳の時に、ダンスを始めて、お休みの日だったり土日はお母さんとダンスの練習をしてたりとか、ダンスのスタジオに通っていて、で小さい頃はずっとバックダンサーになりたいっていう夢を持ってて、ダンスのレッスンに通わせてもらってたんですけど、小学校3年生の時にEXPG の名古屋校ができるっていうのが EXILE さんのコンサートにいた時にパンフレットでもらって、それを見た時にずっとアーティストになりたいっていう夢を追いかけてレッスンとかを受けさせていただいてました。はい。合宿でもやっぱ集団生活をするわけであって、その集団生活をする意味合いだったり、今日からも作り込みが始まると思うんですけど、やっぱそういう意見を出しやすくする空間を作るのも大事かなって思いました。きつい
時は声出せない人もおると思うけど、まだ自分を抑えちゃってるところが自分でもあるかなと思ったんで、なんかここまでって限界を決めずに、その限界を超えるくらいなんか自分でもっと意識できたらなと思いました。そうですね、最終合宿はやっぱりこう初めてこう同い年の子たちとか同じ夢を持った子たちと直接関わって自分個人だけのオーディションじゃなくてみんなで頑張んなきゃいけないっていう審査が、その合宿審査が初めてだったので、グランプリを取りたいっていう風に誰もが思ってた分、すごいそのグループで披露する時にかける思いがみんなすごい強かったなって思ってますし、多分みんなバチバチでみんな絶対負けたくないっていう気持ちでもうメラメラに燃えてったと思うんですけど、本当に自分が一番楽しんでアーティストになったつもりでオーディションしようって思ってたので、周りを気にせず自分の世界観を貫いてましたね。ドモっぽさが足りてない気がする。確かになんかかっこよくしようとしちゃってるかあんまり頭振れない。なんかボーカルもそうやけど、なんか歌詞の意味を考えて歌うから、なんかダンサーパフォーマンスする子もなんかもっと歌詞の意味を分かって表情つけた方がいいと思います。それぞれの個性とか、隣との絡みとかで本当に大げさにやってみて、隣との絡み結構いいと思う、本当に弾けて、隣とすごい楽しそうにしてアイコンタクト取ったりしたら多分テンションも上がって表情もつくと思うし、最後ここさ、多分こうじゃなくて、これだけで足が。おはようございます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 。オーディションだけど一つのステージライブだと思って、はいかましましょう。佐藤ひなた14歳です。よろしくお願いします。横井瑠衣14歳です。よろしくお願いします。山下優奈14歳です。よろしくお願いします。緊張しましたけど歌い切れた。自然となんかいろんなことを思い出してたら笑顔になりました。まずは皆さん参加していただいて本当にありがとうございました。今日今からちょっとグランプリを発表させていただくんですが、まず2名なんですけど、まずは平川さん、はい、と横井さん、はい、ありがとうございました。グランプリになれたのは嬉しいんですけど、本当にみんなで頑張ったので、なんかみんなで向かいたいなって本当に思ってたので、すごい複雑なんですけど、他の9人の分まで本当に頑張らないといけないなと思いますし、明日からもがむしゃらに頑張ります。やっぱり小さい頃からダンスと歌を両方コツコツ積み重ねて頑張ってきたので、歌って踊れるっていう面では自分の武器だったんじゃないかなと思います。はい、
私はずっとこうポジティブでこう明るい性格なのが自分の長所だと思っていて、こうそれをこうパフォーマンスでも出せたらいいなって思ってましたし、こうオーディションに受かりたいっていう気持ちっていうよりも、こうその場にいる審査員の方だったりとか、こう見てくれてる方に自分のこう世界観を伝えたいっていう風に思ってこうオーディションをやってきたので、なんかこう自分が一番楽しみながらこうオーディションをできてたっていうか、こう自分が楽しいからこそ伝わるものがあったんじゃないかなって思います。表現するのがすごく好きなので、歌とかダンスとかももちろんそうなんですけど、なんか自分はその演技というかとかするのも大好きなので、なんか歌とかダンスにその表現力とか悲しいとか嬉しいっていう表現を魅力につなげていければいいなとは思います。